皆さんこんにちは。 M4 Max の MacBook Pro 16インチをですね、買いましたので、もともと使ってましたこちらのですね、M1 と比べて、どうなったかっていうのを比較していこうかなっていうふうに思います。やっぱり記念で撮ってますんで、開封だけちょこっと最初やって、それから主にダヴィンチレゾルブ、それから Adobe の方のライトルームですね。ここ昨今本当動画編集、写真編集、AI 処理っていうのが機能が続々と追加されてきてですね、M4 を買った経緯としましてはですね、M1 の MacBook Pro を2020年ぐらいからずっと使ってきたんですけど、4年経って買い替え時来たなっていうとこと、あとやっぱり最近続々と AI 周りの処理ですね。ダヴィンチレゾルブの方にもそうです。Adobe の方にもです、AI を使って、オートメーションしたりするような処理っていうのが増えてきたかなっていうの。それは多くの AI のサービスはクラウド上で向こうの CPU を使ってやるんですけど、この個体内でやる処理っていうのも、結構僕は使ってるんですよね。ダヴィンチだったらスーパースケールとかスピードワープとかもそうですし、ノイズリダクションもそうですし、それからフュージョンも最近もっと使っていきたいなとか思ったりしながらですね。で、また将来的にブレンダーとか 3D を使って VFX みたいなことをもっと強化していきたいんで、じゃあまず、記念なんですけど、サクッと、開封をしていきたいと思います。ちょっと箱が変わりましたね。ここが接着されている状態で届くような感じになります。はい、ちょっと今回スペースグレーにしました。じゃなくてこれスペースブラックですね。はい、でケーブルも、こんな感じで黒なんですけど、 AC アダプターの方、 AC の方は白でした。はい、並べてみると、こういう感じですね。スペースブラックと、アルミボディの普通のやつですね。別のアングルからもスペースブラックと普通のやつ、どちらも16インチ。裏側はこんな感じで、ちょっとやっぱり指紋がつかないとはいえちょっとついてるかな、つくかな。だいぶM1 の方も4年使ってますけど綺麗で、シールを貼ってたんですけど、やっぱり数年間シールを貼ってる状態だとやっぱり糊もですね密着してくるんで剥がすのすごい大変だったんで、カバーシールっていうんですか、保護シールは1時間ぐらいかけて掃除してシール剥がしを使ってやってました。もう二度とシールは使わないだろうなっていうふうに思ったりします。一応スペックとしましてはですね、AG キーボードに毎回してます。で16インチで、でかいかなみたいな、意見もあると思うんですけど、そのやっぱり動画編集やるのであんまり14インチとかだともう肩凝っちゃうような感じで、最低でも、16インチは欲しいなっていうところ、なおかつ、デスクトップじゃなくて持ち運びはやっぱりしたいな、出先でやったりカフェでやったりしたいなっていう、そんなところで、ノートブック型でもう高いんですけど、スペックはですねこんな感じで今出してるんですけど、M4 の MAX のグラボをつけたやつで、ナノテクスチャーっていうやつを使ってつけるやつ、反射を抑えるナノテクスチャー22000円のやつつけて、メモリも増強して、で内部のストレージもある程度増強したような形、スペースブラックはねかなりかっこいいですね。でなんでブラックにしたかっていうと、やっぱり最近ダークモードよく使うんですよね。でインターフェースの中身がもともとは白を基調にしてたから、シルバーとそのソフトウェア的な UI が世界観だったりデザインがつながって統一感があって美しかった。もともと Mac ってそういう思想だと思うんですけど、UI がダークモードを主体に使うってなった時に、そのガジェットとソフトウェア、ハードとソフトのデザインの統一性っていうところでいくと、ブラックになるなっていうふうに思い立ってですね、でブラックにしてみましたっていう感じですね。あと単純にこれ長年こっち使ってたんでもう飽きちゃったっていうか、変わり映えがしないからっていうのもあるんですけど、はい、それではですねダヴィンチレゾルブの方でいろいろ見ていきたいと思います。まず 4K のタイムラインのプレイバックの快適性についての比較をやっていこうと思います。こちらが M4 Max で、こっちがですね、M1 Pro
メモリ 16GB、GPU は結構持ってる盛り目のやつです。はい、で、4K タイムラインで、こんにちは。晴れて1年半ぐらい使ってます。こっちの方だとね、もうそのケージリグ 11.8 フレームレートな感じで、4K タイムラインだと、グレーディングとかしたり、ノイズリアクションも多少入ってる軽いやつが、そういうことするともうこういう感じでカクカクになってきてですね、プレイバックはですね、結構もう時間かかっちゃうような感じなんですよね。USB-C。それが、こっち軽く、プレイバックしてみましょうか。半ぐらい使ってます。FP というカメラがございます。そのケージリグ周りっていうのはですね、最終形態にほぼなってきたかなという満足感がございまして、動画を作っております。っていう感じで、4K のタイムラインのプレイバックが、ほぼ遅延なくですね、24p なんですけど、プレイバックの快適性だいぶ上がってるってところですね。そしたら、スピードワープの検証っていうか言ってみたいと思います。ここのちょうど、B ロールのこのクリップがですね、ちょうどその、速度を、半分にしてるんですよね。速度。で、なので、もともと30fps とかの 24fps とかで撮ってるんで、半分にするんで 48fps ぐらいまで半分補完するような感じのプレイバックなんですけども。今度 Z6-3 やってきました。こっちが 3.5 フレームで、こっちは 13.7 フレーム。なので、っていう違いですね。ちなみに、もう一個違うのもあるんで、さっきスピードワープファスターだったんで、今度スピードワープベターでいきますけど、せーの。ベターだと、こっちもやっぱり M4 の MAX も 2F1 とか 2FPS、1.5 から 2FPS ですね。で、逆にこっちだと M1 だとですね、再生がまず始まらないので、そうですね。再生が止まるような感じですかね。0から 0.5fps っていう感じですかね。なので重めの GPU 処理、スピードワープに関しては、もちろんキャッシュとか作ればどっちもサクサクいくと思うんですけど、リアルタイムで、スピードワープベターにした場合は、0から 0.5 でこっちが1から1.5、1から2みたいな、1.5 から2みたいな感じなんで、だいたい倍ぐらいの速度があるというふうに考えられると思います。はい。そしたらノイズリダクションの挙動をちょっと見ていきたいなって思うんですけれども、やっぱり最初の方のクリップに戻りまして、本当脳死状態でつけるやつ、それをつけてみます。まず、ノイズリダクションのエンハンスドのクロマのやつですね。これでちょっと、せーの。M1 の方がおおむね 3fps で、こっちもリアルタイムのプレイバックとしては、こっちも24fps 出てるわけじゃないですね、やっぱりね。9fps でだいたいいってます、全体を。13とかカットによっては13、14。で、こっちはもうリアルタイムではほぼもう見れないような 2fps なんで、カクカクするんだけど見えるように M4 ではなってるっていう感じですね。せっかくなのでマジックマスクですね、のトラッキングを、確認したいと思います。最近 AE もオートのAI のそのオートでロトスコーピングできるやつ搭載されてきて、精度としてはAE のとかプレミアについてるやつの方が良さげで、ダヴィンチの方はちょっと弱いかなっていうところもあるんですけど、とはいえ便利な機能だと思うんですよね。なので、できれば使いたいなっていうところでいるんですけれども、いかんせん重いのでね、使えないところがあったんですけど、それをトラッキングとかを早くしてくれないかなっていう感じでですね。
マジックマスクベタにして動きを M1 の方で今見てますけど、もうこの時点で M4 の方が全然早いですね。ちょっと遅いですねこれ M1。だから今までその使いながら結構使えなかったのがじゃやっぱり結構もともと判別するっていうのかな、この動きがねマジックマスクのエフェクト自体がちょっともっさりしてて使いにくかったなっていうのもあって、あとトラッキングもめちゃめちゃ時間かかるんですよ。でこれフュージョンのカメラトラッキングみたいに使ってる時もめちゃめちゃ時間かかるんですよ。ストロークをちょっと、数を増やしましょうか。ストロークがですね6のストロークでそのトラッキングもねプロジェクトの重さによっては普通のプレイントラッカーとかプラナートラッカーとかもあんまフュージョンの方で動かなくて M1 だとね。でそれもあってやっぱり M4 欲しいなってずっと思ってたんだよね。まあなんだかんだねやっぱり23年4年ぐらい経つとねそろそろかなみたいにやっぱりなっちゃいますね Mac はね。まあ、かといってね今値段高いから買うのはだいぶ慎重にならざるを得ないんですけど、はい、じゃあトラッキング始めます。これも一瞬で終わりましたねトラッキングがね。早いですね。こっちは1回終わって、まあ、途中止まって、まあ、遅くはないか。まあ、トラッキングもやっぱりちょっとキビキビするっていう体感が今あったかなっていうふうに思います。なので M4 の感じは、こんな感じだったかなというふうに思います。はい、じゃあ最後にですね、レンダリング性能の、速さですね。4K のプロレスで、書き出す際のなんで M4 をいじってるはずなのになぜか M1 が動いてるのなぜなんだ。いや、こっちを操作させてほしいです。こっちじゃないです。来た。今の何だったんだ。今の隣の Mac を操作できる機能が今オンになってたんだけど。今のなんだ。まあいいや。まあプロレスで。はい、それではですね、M1 と M4 のレンダリングの時間を比較してみたいと思います。まあ 4K で20分前後の動画となりますので、行ってみたいと思います。どうぞ。まあちょっとノイズリダクションもね結構重めのものが入ってるんでかなり、かかるだろうなと思って、体感だと M1 使ってた今までだけだと3時間ぐらいかかってる気がするんですよね。20分だとねだいぶ長いんで。そうですね、レンダリングが開始した時点で M1 の方は今2時間まあ40分というふうに出てます。でこっちは、こっちは40分というふうに出てるので2時間短縮している感じですね。はい、結局ですね、こっちの M4 の方は若干伸びて多分ノイズリダクションの処理が始まったあたりっていうのがまあちょっとよくわかんないですけど二重にもしかしたらノイズリダクションかかってるかもしれないですけど55分最初40分の見積もりやったら55分に伸びてでこっちもやっぱ伸びて今度3時間半ぐらいに今なってます。はい、今レンダリング開始からですね35分ぐらいが経過しているところでございます。まあ、気づいた点としましてはですねM1 の方も熱いんですけど M4 の方も温度はそんな変わらないんですけどこっちの方がファンがバリバリ回ってる感じありますね。温度的には M1 の方が温度は高いんだけど M4 の方がファンがたくさん回ってる感じがあります。対してM1 の方はファンは全然回ってないです。はい、だいたい M4 の方が今終わりまして50分ぐらいで対して M1 の方は3分の1まだあと2時間ぐらいかかる感じでだいたい時間的には3分の1と言わずおそらく、ここ 26% なので4倍のレンダリング速度になる、形ですね。1から4なんでちょうど4倍になっているような感じです。はい、はい、それではですね一発ライトルームのですね、AI 機能を比較してみたいと思います。まあ、よく使うのが、まあ、この生成 AI を用いたオブジェクト認識とそれの修正だと思うんですよ。まあ、これを分かりやすいのでこれを消すっていう処理を言ってみたいと思います。まあ、選択まではですねこっちでもまっすぐできると。そして
適用すると。そうですね。今M1 の方が早かったです。これはだからライトルームの写真編集の生成 AI 機能は、Mac のシリコンのスペックによらない、どっちも遅いということが分かりました。はい、それではですね、トパーズっていう生成 AI 系のですね、ソフトウェアプラグインがあるんですけども、ちょっと縦のやつで恐縮なんですけども、これ大体1分尺のやつなんでそんな時間かかんないかなと思うんでこれにするんですけど、もともとこれ 4K のファイルなんで、それを 8K にする場合どのぐらい差が出るかっていうのをやってみようと思います。ちなみにトパーズアップデートバージョンがあると思うんですけど、それアップデートするのにはっきり言ってもう一回課金しなきゃいけない感じですね。僕はそれよりも前に3万円ぐらいで買ってたんで、今6万円ぐらい多分しますよね。ドルも高いし、はい、なのでアップデートはしてないバージョンなんですけども、そちらでいこうと思います。でちょっともう飼育バーをさっきちょこっと動かしたりして、見てたりもちょっとプレイビューをしてたんですけども、 M1 の方はやっぱりもともとこれは重かったんです。プレイバックも結構追いつくのがやっとっていう感じですね。まだ何もしてないんですけどねっていう感じでですね、スタートプロセッシング、というわけでいってみたいと思います。やっぱり M4 の方が目に見えて全然早いですね。はい、10分経過したところでですね、もう飼育場で言うとこことここなんで倍以上の差がついてますね。10分経過後で。はい、というわけでですね、17分で M4 の方は終わったと。で片や、M1 の方はちょうど半分ぐらいですかね。だからやっぱりレンダリング性能、AI の方の、GPU バリバリ使うような処理は倍ぐらい早いっていうことが分かりました。はい、最後にですね、アンチグレアの比較というか、こっちは普通のタイプの LCD で、こっちがアンチグレアタイプの、ものなんですけども、こうカメラで違いがちょっと分かるか、分かるかどうかっていう感じなんですけど、綺麗さっていう風に言うのか、こっちの方がそのままです。画面に映ったやつで、こっちの方がアンチグレアがかかってて、例えばこのアングルと、こっちに後ろのですねライトが今映ってるのに対してですね、こっちのアングルではそれが、映るは映るんですけど、こっちでははっきりとは映らないという感じになります。なので反射はもちろんコーティングされてるんですけど、質感の方がこっちがちょっとグレインかかってるような感じで、ちょっとソフトに見えますね。なので、正しく綺麗な画像を見るのはアンチグレーじゃない方がいいんですけど、こっちにした方が少しこうマイルドな、描写になるので、もしかしたらシャープネス感も少ない、少しこうノイズフィルムグレインを入れたような、表示の仕方だなっていうふうに思います。今回こっちのアンチグレアにタイプ選択したんですけど、どっちがいいかっていうのはちょっとよく分かんないですね。4年間はこっちで、しばらく使ってみようかなっていうふうに思ったりしますね。はい、いかがでしたでしょうか。M4Max と M1 Pro の、比較の動画でございました。これからですねしばらくは M4 また数年間は使うことになると思うんですけど、また、処理の部分で、気づいたところがありましたら、随時共有してまいりたいと思います。もう一本シルバーのスペースグレイとスペースブラックの比較動画を、いろんなところでですねカラーどっちにしたらいいか見比べてみるみたいな動画を、作れたらいいかなというふうにも、その他こちらのチャンネルではアートライフミュージックのテーマで動画をお送りしてますので、グッドボタンとチャンネル登録していただけますと幸いに思います。またライフをテーマにしたですね TikTok だったりとかショートの方でもぼちぼち出しちゃってますので、よければ見てみてください。それではまた。